はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。バター熟成肉って覚えていますか？バターでコーティングすることでお肉の色が全く変わりませんでした。ということで今回はマヨネーズを使ってお肉を熟成させます。バターと同じようにしっかりとコーティングできるので同じような効果が得られそうです。それでは早速やっていきましょう。今日はこの牛肉を使って熟成肉を作ります。皆さん普段牛肉は食べていますか？ 2019 年のデータだと日本で1人当たりの年間牛肉消費量第1位は三重県で 4.77kg、 次いで奈良、京都、和歌山と関西が上位を占めています。このトップの方の順位は結構年によって変動がありますが、だいたい関西が上位です。この年一番消費量が少なかったのは福島県だったそうです。北の方に行くにつれて牛肉の消費量は減っていきます。アムラ、シノラ、シャネラ、90年代は〇〇ラーという言葉が流行りましたが、最近でも聞く言葉といえばマヨラーです。今回はこのマヨネーズを使ってお肉を熟成させます。今から96年前の大正14年にキューピーが発売したキューピーマヨネーズが日本産マヨネーズの元祖です。マヨネーズは主に卵、油、酢からできています。酢に含まれる酸でお肉が柔らかくなる。油分が表面をコーティングするので水分が飛びにくくなる。マヨネーズのコクがお肉に伝わり美味しさが増す。きっとこんな感じでお肉に変化があるはずです。これで最強のドーピング熟成肉の完成です。バターのようにしっかりとコーティングできていて同じ油分なので色も変わらなそうです。まずはバットにクッキングシートを敷いてお肉をマヨネーズでコーティングしていきます。塗りが甘いとコメントいただくので今回はしっかりと塗ります。これはカロリーモンスターですね。マヨネーズは 100g あたり700キロカロリーくらいあります。なんと吉野家の牛丼の並一杯よりカロリーが高いです。それでは冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。梅雨も明けてもう夏ですね。皆さんしっかり水分とって熱中症には気をつけましょう。あれちょっとやばい雰囲気プンプンです。取り出して見てみましょう。水羊羹みたいに中が透けています。夏にぴったりです。初めのマヨネーズの色とは違います。コーティングはしっかりされているのでバターのような効果はまだ期待できるかもしれません。ジェルっぽくなっていて普段のマヨネーズの滑らかさはありません。肉の脂身部分が少し溶けている気がします。裏はまだマヨネーズの滑らかさがあります。それでは食べやすいようにカットして周りをトリミングしていきます。バター熟成について色もあまり変化が見られません。密閉度はかなり高かったのがわかります。特に味付けはせず焼いて違いを見てみます。今回も比較するために何もしていない同じブランド産地のお肉を用意しました。左がマヨネーズ熟成肉で右が何もしていないお肉です。マヨネーズ熟成肉の脂身は通常のお肉に比べると黄色っぽさがあります。焼けたのでカットしてみましょう。ちょっと締まった感じがあります。それでは早速食べてみましょう。いただきます。まずは通常のお肉から味を確かめます。毎度のことですが肉自体の旨味もあってこれだけで十分美味しいです。それではマヨネーズ熟成肉を食べてみます。トリミングしましたが脂身部分にマヨネーズ味が染みていて噛むごとにマヨネーズの風味を感じます。もっと酢の影響で酸っぱくなるかなと思ってましたがそこまで酸味は感じられません。若干塩気があってお肉がマイルドな味わいになりました。今回よく焼きで仕上げたのですがマヨネーズ熟成の方が柔らかいのがわかります。これは成功です。バターと同じように色の変化は少なかったです。マヨネーズがしっかりとお肉にくっついているのでトリミングして表面のお肉を削らないとなのでバターの方がぶどまりがいいです。1ヶ月ではなくマヨネーズでお肉を軽く漬け込んで焼いたり油の代わりにマヨネーズを使って焼いても美味しいのでよかったら試してみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。マヨネーズ熟成肉いかがでしたか？ちなみに唐揚げに合う調味料ランキング1位はマヨネーズだそうです。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるのでもし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。